はい、自然史博物館の第5展示室の、島の生物学シミュレーターの、説明をします。で、生態学っていう学問ではですね、あるエリアにどれぐらいの生き物がどれぐらいの種類の数の生き物が住んでいるのかっていうことを、知るのはとっても大事なテーマだっていうふうに考えられています。で、あるエリアっていうのは、例えばですね、ここで島っていうものを考えています。海の上に浮かんでいる島ですね。で、ここでまず一つ例を出してるんですけども、伊豆諸島っていうのがあります。で、伊豆諸島にセミが住んでるんですが、伊豆諸島に住んでるセミの種類の数っていうのはですね、本州から離れれば離れるほどその種類の数っていうのは少なくなります。で、これどういうことかっていうと、島に住んでる生き物っていうのはその近くの大陸、ここでは本州ですけども、大陸から飛んでくるんであろうというふうに考えるわけですね。で、例えば遠い島だと飛んでたどり着くチャンスっていうのは低くなりますから、それだけ種類の数が少ないんだろうっていうふうに考えられるわけです。ですので、大陸から島に何か生き物が飛んでくるっていうことを考えるんでしたら、大陸からの距離が離れれば離れるほどそこに住んでいる島に住んでいる生き物の数が減るだろうということが一つのモデルとして考えられます。もう一つは、島の大きさが大きければ、それだけたどり着くチャンスが大きくなるだろうということも考えられます。で、島の大きさが大きければそれだけ生き物が飛んできてですね、たまたまたどり着くチャンスは大きいですし、小さい島だとそういうたどり着くチャンスは小さくなるんじゃないかということが考えられます。で、こういうですね、ある島に対して、生き物がどれぐらいの数住んでるんだろう、どれぐらいの種類の数住んでるんだろうかということをこういうですね、基本的なモデルで説明できるんじゃないかということを言ったのは、マッカーサーっていう人とですね、それからウィルソンさんっていう人がこの説を提唱しました。1960年代のことです。で、今ですね、私が言ったようなモデルっていうのをここにですね、スマートボール、夜店でよくありますよね、スマートボールっていうかのおもちゃでこれを再現しました。で、ここからですね、球を打ち出して、ここが大陸っていうふうに考えるわけですね。今伊豆諸島でいうとこれ本州になります。で、大陸からですね、球が飛び出して、ここにポケットがあります。これ島ですけども、大きいポケットもあれば小さいポケットもあります。で、大陸からですね離れると入りやすいのかどうか、大きい島だと球は入りやすいのかどうかっていうのを、ちょっとこういうので一回皆さんでやってもらうっていうふうにしてあります。で、一回打ち出します。で、これ生き物、球が生き物だと思ったら大陸から飛び出してきてですね、入らない、入りました。はい、例えばここの島にたどり着きましたっていうふうになるわけですね。で、このスマートボールは横にガーターが作ってあって、大陸から離れれば離れるほどですね、ガーターに落ちる確率は高くなるので、離れると途中で力尽きちゃうということが再現されています。で、あとはですね、島の大きさを変えることによって大きな島だったら、実際には間口ですけども、入りやすい、小さい島だったら入りにくいんじゃないかということもこれで再現をしていますので、今言ったようなマッカーサーさんとウィルソンさんっていう人が言った島にどれぐらいの生き物の種類の数の生き物が住んでいるのかっていうことのモデルを、このシミュレーターで、説明できるかなと思って作った展示です。皆さん一遍やってみてください。